我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はキャラクター塗りの基本でもあり、キャラクターを塗るための方法として編み出された技法、ブラシ塗りについて解説を執り行おうと思っておるのであるぞ。ブラシ塗りとは90年代末から主にいわゆる、ギャルゲーと呼ばれる美少女が登場するキャラクターのゲームなどで多く用いられた技法であり、古今東西様々な塗りはあるが、キャラクターをより可愛く描くために開発された塗りと言えるであろう。なのでキャラクターをより可愛く描きたい、より魅力的に塗りたいというものはぜひ覚えておかねばならない技法と言っても良いであろう。今回はそのブラシ塗りの基本的な塗り方を紹介しようと思うのであるぞ。また今回使った教材をダウンロードできるようにしておるので、動画の概要欄からぜひダウンロードして自分でも試してみてほしいのであるぞ。では今回の講座で使う線画のデータがこちらになるのである。一つのレイヤーに普通に描いているいつも通りの線画であるけれども、レイヤーの部分を見てほしいのであるが、フォルダーにこのようにそれぞれのパーツごとの下塗りを追加している。目の部分は白目の部分、まつげの部分、そして黒目の部分と3つに分けているのがわかるであろうか。このようにフォルダーを使い、それぞれの下塗りの色を管理している状態で今回は作業を進めていこうと思うのである。このようにフォルダーに名前を付けておくことで、自分が今どのパーツを塗っているのか、どのフォルダーに関与しているのかというのが分かりやすくなるので、整理整頓の意味も兼ねてこのように名前を付けておくと良いであろう。ではまず肌を塗っていこうと思うのである。まずは肌の下塗りのレイヤーの上に新規レイヤーを作成、そして下塗りのレイヤーにクリッピングマスクを適用しておこう。レイヤーの合成モードは上算にしておく。この状態でブラシツール、バケツツールや投げ縄塗りツールを使ってキャラクターの肌の色を塗っていこう。この段階ではアニメ塗りなどのパッキリとした塗り方で構わないので、影になっている部分を塗っていこう。これでまずはキャラクターの肌の影の部分を塗ることができた。普段よりもややしっかりめに影を描き込むと、この後の作業がより効果的になるので試してみてほしいのであるぞ。ではこの影をぼかす作業をやっていこうと思うのである。タブツール色混ぜの中にあるぼかしというツールを使っていく。今回は 5mm の太さを選んで、立体的な表面や柔らかさを出したいところを意識してぼかしツールを使って色をこのようにぼかしていこう。このような肌の部分の境界線はぼかしておくと良いであろう。またこのように複雑に立体的になっている耳の部分なども細かいブラシサイズに変えたりしながらぼかしを入れていこう。そしてこのような毛先の部分もぼかしツールを使い柔らかくぼかしていく。これは髪の毛の接地面が肌から遠くなることで影が柔らかくぼけていくという表現をすることができるのであるぞ。軽く何度もぼかしツールでなじませながら程よいぼかしになるまで画面をこすりぼかしていこう。この段階で大きく影のシルエットなどが崩れてしまっている場所なども出てくるが、今はまずはそこは気にせずにぼかしたい部分というのをしっかりとぼかすことに集中して作業していこう。ぼかす部分とぼかさない部分が最初はわからないというものも多いと思う。以前出した動画で影というのには2種類があって、物自体の立体的な面にできる陰影の差が陰影の陰シェードと呼ばれるもので、物と物が物に遮られてできる影のことを
シャドウと呼ぶということを以前解説をした。なので陰影の陰、シェードの部分だけをぼかすと意識してみるとやりやすいかもしれないのであるぞ。例えばこのような肘にできている影というのは自分の立体的な形でできている影なので、このようにぼかすことで柔らかな肌を表現することができる。逆に上のシャツの袖口からできている影はシャドウというものとものが重なり合うことでできる影なので、あまりそのシャツの襟に近いこの右側の部分はぼかさず、シャツの袖と腕が遠く離れているこの左側の部分はぼかすなどのように意識してぼかし方を変えることで、同じ影といっても違う表現を作り出すことができるのであるぞ。これで肌の内影の部分をぼかし終わったのである。このままでも良いのだが、例えばこの髪の毛の毛先の影はぼかしたことで影の形が広がってしまい、影が大きくなりすぎてしまっている。こういう際にはエアブラシツールの柔らかを使用して透明色を選択し、少し影のシルエットを削って形を整えたり、こちらの部分ちょっと膨らみすぎているのでエアブラシで縁を少しだけなぞりながら膨らみすぎたシルエットを整えていく。こうすることですっきりとした影の形になったのが分かったであろうか。他の点なども少し膨らみすぎたりぼかした色がにじみすぎている部分をエアブラシツールで削っていこう。これで影のバランスを調整することができたのである。では次に影のメリハリをつけるために2影と呼ばれているより濃い影を追加していこうと思うのである。これは作風などによって不必要があるとは思うが、我は2影を入れた方がより絵が引き締まって立体的に見せることができるので、試したことがないもの、やってみたことがないものは一度ぜひ試してみてほしい技術なのであるぞ。やり方は簡単で、今基本的な影を塗った部分を1影と呼ぶのであるが、その1影のレイヤーの上に新規レイヤーを追加してクリッピングマスクを適用。そしてレイヤーの合成モードを上山にする。先ほどの1影を追加した時と同じ方法であるな。ちょっと今回は薄めの紫色を用意して、それを使ってより立体的に見せたい部分に影を置いていこう。これで2影も肌になじませることができた。ぼかすことでまた印象が変わるので、少しちょっと紫の影がきつすぎたかなと思ったので、もうちょっとピンク寄りのくすんだ影にして血色を良くした方が多分可愛くなると思うので、この通りちょっと少し色味を変更しておいた。では次にハイライトを追加しよう。新規レイヤーを2影の上に作成をしてクリッピングマスクを適用。今回は通常のままにしておく。この状態で肌の一番明るい部分というのを追加していこう。頬の頂点や鼻の立体感、頬のリムライトなどもちょっとハイライトとして追加しよう。そしてこの肌に塗ったハイライトも肌の立体感などを柔らかく見せたい部分、丸く見せたい部分などはぼかしツールを使ってぼかすと良いである。やりすぎると全体にぼんやりとした印象になるので、ハイライトは多少シャープなまま残しても良いと思っておる。このあたりは作りたい作風や画風に合わせて調整をすると良いと思うのであるぞ。これは肌の部分にだけやる効果ではあるが、肌の薄い部分というのはより肌の色が血の気が通い赤くなる頬の赤みの表現、塗りを追加しよう。先ほど塗ったハイライトと2影のレイヤーの間に新規レイヤーを作成して合成モードは上山にしておこう。この状態でエアブラシの柔らかを選択し、やや大きめ、今回 12mm のエアブラシを用意して、少しオレンジめのピンク、コーラルピンクなどと呼ばれているピンクで頬の周りを軽くなぞり、チークを追加しよう。同じように指先や膝などの関節部分、そこにほんのりと赤みを刺すことでキャラクターの健康的な肌の色味を見せることができるのであるぞ。2影の不透明度などを少し調整して全体の濃淡を確認したら、これでまずはキャラクターの
肌のブラシ塗りの完成である。同じように各パーツごとに同じような処理を繰り返していこう。では次に髪の毛を塗っていこうと思うのである。基本的なやり方は先ほどの肌と同じように新規レイヤーを作成し、クリッピングマスクを適用する。そして合成モードを定山にする。この状態でまずは大まかな陰影をブラシや投げ縄塗りで塗っていこうと思うのであるぞ。まずは髪の毛の位置掛け部分を大まかに塗り分けることができた。先ほどと同じようにサブツール色混ぜのぼかしツールを使って立体的に見せたい面をぼかしていこう。これで髪の毛の陰影をぼかすことができた。ただ、ぼかしを入れたせいで髪の毛の細かなシルエットやシャープさが欠けてしまっている点があるのがわかるであろうか。先ほどと同じようにぼけて広がりすぎた色味をエアブラシツールの柔らかなどで削ったり、消しゴムツールや投げ縄塗りツールを透明色で選んだ状態などでこのように削ることでシャープな面をもう一度作り出すこともできる。色のグラデーションができているので、ただ単色を塗っていた時よりもシャープな印象になっているのがわかるであろうか。この後にもう一度軽くぼかしツールでぼかしたりすることなどでシルエットを残しつつ綺麗なグラデーションを作るということもできるので、細かくこの機能を使いながら調整をしていくと良いであろう。これでだいぶ位置掛けのぼかしとシャープにしたい部分というのが表現できたのが分かったであろうか。またこうやってぼかすことで影色の印象が変わってしまうこともあるので、ちょっと今回の場合だとくすんだ印象が強く見受けられるので、透明部分の保護をした上でもう少し明るめの色で髪の毛の陰影を塗り直してみよう。これでだいぶ明るめの金髪のイメージになったと思うのであるぞ。では同じように2影を追加して陰影をぼかすなどの作業を繰り返していこう。これで2影の処理も終了したのである。明るい部分が少しのっぺりと平面的に見えてしまっていると思うので、少し立体的に見える全体処理をしていこうと思うのであるぞ。新規レイヤーを髪の毛のレイヤーの上に作成をし、レイヤーの合成モードをスクリーンにする。この状態で大きめのエアブラシで少し明るめのパステルイエローを選択して、光が強く当たっている部分にこのように軽くエアブラシでなぞって立体感をつけよう。ほんのり乗せただけでしっかりと髪の毛の丸みや柔らかさが追加されたのが分かったであろうか。ではその上のレイヤーに新規レイヤーを追加して髪の毛のハイライトを追加していこう。ハイライトの追加の仕方は先ほどの肌と同じ方法であるぞ。髪の毛の束の立体感を意識してハイライトを追加していこう。これで髪の毛の塗りも完成である。では同じように繰り返して服の部分や細かなパーツを塗っていこうと思うのであるぞ。
瞳の部分以外の陰影を追加した状態がこちらになる。顔や髪の毛と同じように陰影を意識した陰影、シェードとシャドウを意識したぼかし方になっているのがわかるであろうか。衣装のピンク色の部分、スカートなど髪の毛と同じように広い面にはエアブラシツールを使って明るい部分をより明るくする処理もしておるのであるぞ。こうすることで陰影のない広くて平面的な部分がより柔らかく立体的に見えるようになっているのがわかるであろう。では、瞳の部分の書き込み方法を解説していこうと思うのであるぞ。黒目のレイヤーを選択して新規レイヤーを作成、そしてクリッピングマスクを適用してレイヤーを定山モードにしよう。この状態で少し暗めの青色を選択してエアブラシツールで大まかな瞳の陰影を描こう。これができたらもう一つレイヤーを作成しクリッピングマスクを適用。レイヤーの合成モードを定山にしてやや濃いめの青色を選択しブラシツールや投げ縄塗りツールを使って瞳の交際そして瞳孔部分を書き込んでいこう。まずはこのように書き込んだらこれまでと同じようにサブツール色混ぜのぼかしツールを使って交際部分、瞳孔部分をぼかしていこう。するとこのようになった。また新たに新規レイヤーを定山で追加しクリッピングマスクを適用したらまつげの上からかかる影の色を追加してより瞳に立体感を追加しよう。かなりしっかりと陰影が追加されたのが分かったであろうか。その上にもう一つレイヤーを追加しクリッピングマスクを適用してレイヤーをスクリーンモードにする。瞳の明るい部分をエアブラシツールなどを使って追加をしていく。瞳の上部分、暗い部分に少し色を明るく足しておこう。そして線画レイヤーの上に新規の通常レイヤーを作成し瞳のハイライト用のレイヤーを作成してハイライトを書き込もう。これで瞳が完成したのである。では白目やまつげの部分も陰影をつけていこう。これで全てのパーツの陰影を書き込むことができた。では最後に仕上げの工程に入っていこうと思うのであるぞ。では最後にブラシ塗りをより魅力的に見せるための仕上げの工程を行っていこうと思うのであるぞ。現在線画は黒一色で塗られている。そのせいで非常に硬く重たい印象が絵全体に漂っている状態になっている。なのでこれから線画に色をつける色トレスという工程を行っていこうと思うのであるぞ。やり方は非常に簡単で、この線画の描いているレイヤーの上に新規レイヤーを作成しクリッピングマスクを適用する。これで線画にだけ色を塗ることができるようになった。色トレスの色をより絵全体に馴染みやすくするために線画のレイヤーの合成モードは定山にしておこう。ではこの状態でまずは髪の毛の部分をよりしっくりと馴染ませたいので明るめのやや黄色寄りの茶色を選択してエアブラシツールなどを使って髪の毛の明るい部分と線画のコントラストがきついなと感じたところに色を置いていこう。
今このように置いてみたが、このように色トレスをする前と比べてみると、髪の毛が明るく軽い印象になったのが分かったであろうか。線画を塗っているベースの色に近いもので塗ることで、柔らかい、そして軽い印象にすることができるのであるぞ。これで髪の毛の色トレスが完了した。他のパーツなども基本的には影色をベースにした濃い色を使って線画とベースの部分のコントラスト、つまりメリハリが強すぎる部分を柔らかく溶かしていくようにすると全体に柔らかい雰囲気を作ることができるのであるぞ。これで線画の色トレスが完成したのである。細かな追加点ではあったが、結果として非常に絵全体を柔らかく鮮やかに見せてくれる効果になったのが分かったであろうか。では最後に全体の色味を調整したり、陰影の濃淡を調整したらイラストの完成である。というわけで完成したイラストがこちらである。シンプルな工程をルールにのっとって、そしてそれを続けて描いていくだけで、ここまで魅力的な絵にできるというのが分かったであろうか。このブラシ塗りのメリットとして、パーツごとにレイヤーが管理されているので、色の調整や修正をしやすいということ。何か塗り間違いや塗りのやり直しをしても、他のパーツには影響が及ばないということ。なので、このレイヤーの管理の仕方、塗り方を覚えれば、どのような塗り方であっても失敗のしない、そして管理のしやすい塗り方というのができるというのが分かったであろうか。ぜひ挑戦してみて、ブラシ塗りの魅力を理解し、絵を描くということを楽しんでほしいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。